ある空中ブランコ乗りは、よく知られているように、大きなサーカス舞台の丸天井の上高くで行われるこの曲は、およそ人間の成し得るあらゆる芸当のうちで最も難しいものの一つであるが、はじめはただ自分の芸を完全にしようという努力からだったが、後にはまた横暴なほどになってしまった習慣から自分の生活を次のように作り上げてしまった。つまり、一つの教皇で働いている間は、昼も夜もブランコの上にとどまっているのだ。食事や大小便といったものはすべて、とは言っても、そういうものは極めて少なかったものだが、下で見張っている皇帝の小遣いたちの手で面倒が見られ、上で必要とされるものはすべて特別に作られた容器で上げ下ろしされるのだった。こうした生き方からは、周りの生活にとって特に困難なことは起こらなかった。ただ、他の番組が行われている間は、彼が姿を隠すことができないので、上にとどまっているということ。また、こうした時には、大抵はおとなしくしているにもかかわらず、時々観客の視線が上にいる彼の方に、それていくということが、ほんのちょっとばかり妨げになった。しかし、サーカスの幹部は、このことを許していた。なぜならば、彼は平凡でない、かけがえのない曲芸師であったからだ。また、彼らはもちろん、彼がわがままからこんな風な生活をやっているのではなく、本当はただそうやって絶えず練習をやっているのであり、ただそうやってこそ彼の芸を完璧に維持することができるのだということをよく知っていた。けれども、上はその他の点でも体に良かった。そして暖かい季節の間、丸天井のぐるにある脇窓が開き放たれ、新鮮な風と一緒に太陽の光が強くこのぼーっと霞んだような館内に入り込んでくると、そこには素晴らしささえあった。無論、彼の人付き合いは限られていて、ただ、時々誰か曲芸師仲間が縄ばしごをよじ登ってくるだけで、そうすると、二人でブランコに座り、笹絵綱の右と左とに寄りかかりながら喋るのであった。あるいは、大工たちが屋根を修繕しながら、開いた窓越しに彼といくらか言葉を交わしたり、消防婦が回廊の非常灯を点検しながら何か敬意を込めたような、しかしほとんど何を言っているのかわからないような言葉を彼に向かって叫んだりした。その他は彼の周りは静かだった。ただ時々午後のがらんとした小屋に迷い込んだような使用人の誰かが、ほとんど目の届かないほどの高みを考え込んだように見上げると、そこでブランコ乗りが誰かに見守られているとは気づくことができないまま、様々な芸をやったり休んだりしていた。もし次から次へと回る避けられない旅というものがなかったならば、ブランコ乗りはそうやって邪魔されずに暮らすことができただろう。そうした旅強行が彼にはひどく煩わしかった。教皇主はブランコ乗りが
彼の苦しみを決して不必要に長引かせないように気を配ってはいた。街へ乗り込むときには、競争用自動車を利用し、夜間とか早朝に人気のない通りを最大速力で飛ばしていくのだが、無論、ブランコ乗りの望むところから言うと、あまりにもノロノロしすぎた。汽車では、一車室全体が独占され、その中でブランコ乗りは不十分ながらなんとか普段の生活の仕方に変わるように、旅の間中、上の網棚で時を過ごす。次の客演場所の小屋では、ブランコ乗りが到着するずっと前に、ブランコがすでに据え付けられ、場内へ通じるすべてのドアも開け放たれ、通路はすべて楽に通れるようになっている。なるほど、こうした配慮が必要ではあったが、ブランコ乗りが足を縄ばしごにかけ、あっという間にたちまちまた彼のブランコにぶら下がるときこそ、いつでも教皇主の生活のうちで最も素晴らしい瞬間だった。極めて多くの旅教皇が教皇主にはうまくいったけれども、新しい旅はどれも彼にとってつらい。というのは、他のあらゆることは別としても、旅教皇というものは、ブランコ乗りの神経にとって何と言っても破壊的なものだった。こうしてある時また、二人は汽車に乗って旅にあった。ブランコ乗りは網棚に横になって夢を見ている。教皇主は窓際に寄りかかって、ブランコ乗りと向かい合い、本を読んでいた。その時、ブランコ乗りが低い声で彼に語りかけた。教皇主はすぐ相手になった。ブランコ乗りは唇を噛みながら、自分は今度は自分の演技のために今までの一つのブランコの代わりに向かい合った二つのブランコを持たなければならないというのだった。教皇主はすぐさまそれに同意した。ところが、ブランコ乗りはまるで今の場合に教皇主が賛成であろうと反対であろうと意味がないのだということを示そうとするかのように、もう二度とどんなことがあっても一つだけのブランコでは演技をしないという、そんなことになると考えただけでも身震いがするくらいだった。教皇主はためらい考えながら、ブランコを二つにすれば一つよりも良いし、その他の点でもこの新しい思考は有利だ。その思考はこの見せ物をもっと変化に富んだものにするということに完全に同意だと断言した。するとブランコ乗りは突然泣き始めた。すっかり驚いた教皇主は飛び上がり、一体どうしたのかと尋ねた。ところが返事がないので、座席の上に立ち、ブランコ乗りの体を撫で、相手の顔を自分の顔に押し付けた。それでブランコ乗りの涙が彼の顔にまで流れてきた。だが、いろいろ尋ねてみたり、なだめすかしてみたりしてやっと、ブランコ乗りはすすり泣きしながら言った。この、たった一本の綱につかまるだけで、どうして俺は生きられるだろう。
そこで、教皇主にとっては、ブランコ乗りをなだめることは一層優しくなった。彼はすぐ次の駅からこれから行く客園地にもう一つブランコを注文する電話をかけようと約束した。そして自分がブランコ乗りにこんなにも長い間ただ一つのブランコの上でやらせていたことはいけなかったと自分を責め、相手がとうとうこの間違いに気づかせてくれたことに礼を言い、またそれを大いに褒めた。こうやって教皇主はブランコ乗りをだんだんとなだめることに成功し、まだ自分の片隅の席に戻ることができた。ところが彼自身が落ち着けなかった。重苦しい心配で彼はこっそりと本越しにブランコ乗りを見た。彼がこんな考えに悩まされ始めたとなると、どうしてそれがすっかりやむことがあるだろうか。これは彼を心底から脅かすものではないだろうか。そして実際教皇主は泣き寝入りした。見たところ静かな眠りの中で最初のシワがブランコ乗りのすべすべした子供のような額の上に刻まれ始めているのを見るように思った。